コンキークです。今回のテーマは、間もなく動き始めることです。どうぞよろしくお願いいたします。それでは3枚のカードをご用意しております。A、B、C の中からお好きなカードを1枚お選びください。ご自分の占い結果だけご覧になりたい方は、概要欄にチャプターをご用意しておりますので、そちらをご確認ください。選び終わりましたでしょうか？それでは今回は、フォース集というスプレッドとオラクルカードを引いて占います。それでは、それぞれ占ってまいります。それでは A の方の結果です。A の方の間もなく動くことですね。はい。そうですね。今現在問題がある、そういう感じだと思うんですけれども、そういったことがですね、ちゃんと解決していって、悩みが晴れていくという状況になっていきますね。はい。それでは1枚ずつお話しさせていただきます。まず、過去ですね。ペンタクルのキングの逆位置になりますね。はい。過去は不誠実な人に悩まされていたということで、そうですね。ひどい方がいらっしゃったんでしょうね。そういった振り回すような人、そういう人間関係っていうものにお辛い思いをされていたっていうところがあったんでしょうね。ですね。まあ自分勝手な人ですよね。やっぱりそういった方に、振り回されるっていうのは、やはり嫌な思い出っていうことになりますよね。では現在ですね。こちらが塔の逆位置です。変わらない状況に苦しんでいるということで、そうですね。何かこう、自分の中で変えたい、何か進みたいって思っているけれども、それがうまいこと進んでいかないっていう感じなんでしょうかね。そうですね。なんかもどかしさを感じてらっしゃるっていうところがあるのかもしれないですね。突破口っていうもの欲しいですよね、やはり。ただそこを安心していただきたいのが、いずれその破壊的なことは終わりを迎えるというふうになっておりますので、今現在苦しんでおられることっていうのはですね、ちゃんとですね、終わっていって、次へ進めますよっていうふうになっておりますね。はい。そこからですね、どうなっていくかなんですけれども、はい、それが未来ですね。はい、ソードの2の正位置になりますね。はい、問題が解決し、悩みが晴れます。そうですね。はい、現在苦しんでいたことっていうのはですね、終わりを迎えた後にちゃんと問題として解決されるっていうことになっておりますね。はい、まさにソードですので、切り開かれていくという感じです。はい。そしてあなた自身がですね、心の目で見ることができるので、純粋な気持ちで周囲のことを見れるのかなっていうところがありますので、そうですね。よりこうまっさらな感じで物事を見やすいっていうのもあるので、そうしていくとですね、道も切り開かれていく、明るい方向に進んでいきやすいっていうところがありますね。はい。結局、いろんな闇みたいなものがずっとあったんでしょうね。それが自分の周りにもやもやしてる感じ。イメージ的にそんな感じと考えていただいたらいいんですけれども、それのもやっとした部分がなくなっていって、きちんとこう、自分のところから道が見えてくる。ここに行ったらいいですよっていう風に歩いていけるっていうイメージなんでしょうかね。そういうところに進んでいけますよっていうことなので、そうですね。すごくいい方向に行けると思いますね。よかったです。はい。では、周囲がどうなるかというと、ペンタクルのページの正位置になりますね。はい。思慮深くて良心的な人が周りにいらっしゃるようですね。はい。その方っていうのはちゃんと信頼ができる人。はい。なので、しっかり頼りにしてほしいです。
はい。その方との関係っていうのを大事にしていただくと、よりあなたもですね、いろんなところで動きやすいのかなと思いますので、そうですね。うん。あ、この人いい人だなっていう人が周りにいらっしゃると思うんですよね。うん、その方と仲良くしていただく。うん、より関係を深めていただくといいかなと思います。はい。はい。では、あなたの邪魔になっているもの、障害ですね。こちらが教皇の逆位置ですね。融通を聞かせられないことっていう風になっておりますね。はい。一度こうと思ってしまうと、どうしてもそれしか見えなくなってしまうというところがあるのかもしれないですね。そうですね。ただ未来ではですね、あなた自身の心の目がきちんと開かれているっていうことになっておりましたので、そこからですね、自分のその本質といいますか、周りのもの、いろんな道が開けていくと思うので、一つの道しかないと思わずに、いろんな選択肢があるっていうふうに考えていただくといいのかなと思いますね。はい。そうですね。頭が硬いとか言い方がありますけれども、そうですね。その逆で頭を柔らかくするっていう風に考えていただくといいんでしょうかね。なかなかですね、凝り固まった考えっていうのを変えていくって難しいかもしれないんですけれども、そこをですね、普段だったらこれしか思わないけれども、実は違う考えもあるんじゃないかって一旦立ち止まってみることも必要かもしれませんね。はい。そこでもしかしたら新たなアイディアが浮かんでくるかもしれないので、そこに進んでいく。そういうこともチャレンジしてみてもいいかもしれません。はい。では最終結果ですね。はい。愚者の逆位置ですね。はい。決断に抜けがあるか、適切なアドバイスを受けていない可能性がある時期っていうことですね。はい。物事をもっと広い視野で捉えることが必要な時っていうことなので、そうですね。そこが障害ともつながってくるかもしれないですね。あなた自身がいろいろとですね、決断がこうだと思っててもですね、そこにもしかしたら抜けがあるのかもしれない。もしくは、周りの人からアドバイス、きちんとしたアドバイスを受けられてない状況。そこで進んでしまうと、変な方向に行ってしまうのかもしれないですね。なので、一旦立ち止まってもらって、物事をもっと広い視野で捉えることが必要。そうですね。愚者のカードって、私のカードだと違うんですけれども、本来のカードさんですと、崖の上に立ってるような感じのカードになるんですよね。だから、一歩足をですね、滑らせてしまうと、崖に真っ逆さまっていう風になってしまうっていうところがあるので、そこをですね、ここは崖があるんだったっていう風にですね、一旦立ち止まってもらう。それで自分の何が必要か、ですね、重要なものって何だっただろうって思い出していただいて、そこからですね、道を変えていただく。そうですね。崖の方に進むんではなくって、安全な方向に進んでいただく。そういうような選択肢を選んでいただくっていう風に考えていただくといいのかなと思いますね。はい。もちろんこれは比喩であって、その自分の人生でそういう危ない方向に行く前に一旦考えていただいて、自分が大丈夫そうかなって思えるリスクの少ないところに進んでいくっていうことも必要だっていうことですね。はい。では助言ですね。助言がソードのページの逆位置です。はい。万全な準備を。油断は大敵ですよっていう風になっておりますね。はい。ここはもう最終結果と障害と全てつながっておりますね。ちゃんとご自分の中でこれは足りてないんじゃないか、あれは大丈夫だろうかっていう風に、一旦ですね、止まって考えていただく。ですね。油断大敵。そうですね。油断っていうのは、自分が無意識の時に出てくるものなので、なかなか意識しづらいっていう部分はあるんですけれども、
とはいえですね、これだけ気をつけてねって言ってるっていうことは、あなたの中で、おって思うことがあるのかもしれない。ですね。なのでそのあたりをですね、ちょっと一呼吸でも意識していただくと、油断がなくなっていくのかもしれないですね。はい。では、オラクルカードですね。母です。あなたにはあらゆるものを創造し、与える無限の力、神の力があります。はい。そうですね。あなた自身はいろんなことができますよっていう、可能性は無限大ですよっていうことですね。いろんなですね、状況で自分が何もできないんじゃないかと思うこともあると思うんですけれども、そんなことはないですよ。今からはですね、しっかりとあなたのやりたいことだったり、やれることっていうのも見つかる。ちゃんと道をですね、見てもらえれば自分の安全な場所、やりやすい場所で人生を謳歌できるっていう風に考えていただくといいのかなと思いますね。はい。そしてもう一枚のオラクルカードが、あなたは完全な人です。あなたは完全ですという風になっておりますね。はい。その通りですね。もしかしたらあなた自身は自分がですね、まだ未熟だったり、足りない部分がいっぱいあると思ってらっしゃるかもしれないですけれども、十分いろんな経験を積んでこられて、ちゃんとしたですね、完全な人、完全になっていらっしゃいますよっていうことですね。タロットカードで言うと世界っていう感じですね。あなた自身はちゃんと完成しているので、そこからどうやってまた新たな道へ進んでいくのかっていうのを考えていただくといいと思います。はい。そうですね。なかなかですね、ご自分のその問題だとか解決していく、明るい道は見えている。ですけれども、その中で自分がですね、融通を聞かせることでですね、ますます良い方向に進めると思うので、良ければですね、こちら意識していただいて動いていただくといいのかなと思います。はい。ではよろしければこちらの方参考にされてください。以上が A の結果でした。それでは B の方の結果です。B の方が間もなく動くことは人間関係ですね。とてもより良い関係を築いていけそうな予感がいたします。はい。では1枚ずつお話しさせていただきます。では過去ですね。ペンタクルのキングの逆位置ですね。はい。経済的に悩んでおられたか、もしくはですね、金銭的にだらしのない人との関係に悩まされていたっていうところがですね、感じられますね。どちらにしてもですね、お金の関係なので、あなた自身も嫌な感じだったと思うんですよね。お辛かったと思いますね。経済的に悩むとか、お金にだらしのない人にたかられるっていうのもですね、ある意味あなた自身のお金がなくなったりすることもあったかもしれないので、どちらにしてもですね、嫌な思いをされてたと思いますね。はい。では現在がですね、ワンドの9の逆位置ですね。はい。今はですね、うまく対応ができない時っていう風になっておりますので、で、あとはですね、体調も崩しやすい。そうですね。このあたりはですね、もうそういう時なんだっていうことで無理はしないでほしいなと思います。ここでですね、自分が何とかしなければっていう風に頑張ろうとしてしまうと、ますます体調も崩れてしまいますし、で、対応もですね、空回りしてしまう可能性がある。なので、もし誰かに頼れるんであれば、他の方に代わってもらうとかですね。それかはしっかり休ませてもらうっていうことも必要だと思いますね。あなたの代わりにしてくれる人がいらっしゃるのであれば、その方にお願いする。ですね。そうじゃなくっても、できるだけやっぱりですね、あなた自身が
無理をしない環境を作ることが大事かなと思いますね。そのあたりはちゃんと相談していってくださいね。そういうの環境がどういうものであれですね。あなたが一番、自分を守ることが大事だと思いますので、無理だけはしないでほしいなと思いますね。はい。そしてその時をね、過ぎていくことで、良い方向に進んでいくっていうのが出ておりますので、そのあたりは安心していただければと思いますね。はい。では、次が未来ですね。こちらが、カップの2の聖地ですね。はい。こちらがですね、協力者を得ることができます。仕事だったり恋愛だったりですね。他にもいろいろあると思いますね。様々なことで信頼のできる人間関係を築けそうっていうことなので、はい、よかったです。未来ではですね、あなた自身が人に恵まれるっていうところがありますので、どんな関係性であるにしろですね、そのあなたの周囲の人たちっていうのは、あなたのことをしっかりですね、助けてくださる。そしてあなたもその人たちを信頼できると思えるような関係を築けるっていうことですね。それはもちろんお互いにですよね。持ちつ持たれつの関係性を築いていくことで、きっとですね、あなたの負担っていうのもだんだん減っていくんじゃないかなとは思いますね。今現在がちょっと大変そうな感じだったので、そこがですね、楽になるのであればよかったかなって思いますね。はい。ではですね、周囲ですね。これが死神の聖地になるんですけれども、人生の大きな変化を迎えるときに、そばにいてくれる人がいらっしゃるっていうことで、そうですね。人生の大きな変化、いろんなことがありますからね。それぞれやはり違うとは思うんですけれども、その中でそばにいてくださる人が必ずいらっしゃるっていうことなので、その方にですね、しっかり寄りかかっていただければなと思います。これは本当に恋愛に限らずですね、いろんな立場でですね、ちゃんと支えてくださる人っていうのがいらっしゃるはずなんですよね。だからこれは私の方では恋愛ですとは言いません。ですので、いろんな関係の中で、あなたの大変な時、大きな変化、もしかしたら良い方向かもしれないですし、大変なことかもしれないですし、その中でも、そばにちゃんといてくださる人がいますよっていうことで、なので不安に思わなくて大丈夫ですよっていうことですね。はい。助けになってくれるはずですね。はい。はい。では、障害ですね。こちらが、ソードのページの聖地ですね。はい。あなた自身が邪魔になってしまうこと、弱みを見せられない。そうですよね。いろいろとですね、見ているとやっぱり頑張り屋さんなところは、現在のカードとかでもそうですよね。だからこそ体調を崩した時に無理しちゃうっていうところがあるのかもしれないのかなって思うんですけれども、そうですね。弱みは見せられない。どうしても周りの人に強く見せたいというか、自分は大丈夫っていう風に思ってもらいたい。もしくは自分自身がそう思いたいのかもしれないですね。だけどですね、それってやっぱりだんだんと自分の心とか体とかをすり減らしてしまうっていうことになるので、ここでですね、今現在、いろいろとちょっと、停滞期というか、大変な時っていうところがあるので、ここでいっそですね、自分のその弱さを見せられないっていうところを一旦捨ててしまうっていうことも必要だと思いますね。はい。それで、しっかり頼ってもらう。今後ですね、協力者だったり、助けてくださる方も増えますよってお話ししたと思うんですけれども、それもですね、あなた自身が弱みを見せていくことで、助けてくださる方も増えていくかもしれない。なので、いきなりはですね、自分の性格って変えられないとは思うんですけれども、ゆっくりでいいので、自分のですね、できないところ、ちょっとここは難しいなって思うところ、そういうところをですね、ちょっとずつお話ししていくことも必要かなと思いますね。がむしゃらに頑張らなくても大丈夫だと思いますよ。それだけの
やり方をしてきた、頑張ってきた、その頑張ってきた分をですね、今からはですね、いろんな人から返してもらうっていうことでもいいと思います。はい。はい。では最終結果ですね。ソードの4の正位置ですね。はい。静かに休み、体勢を整える時です。はい。必要な休みで、再生回復するための期間っていうことなので、そうですね。もう本当にここはですね、やっぱりあなたのその頑張ってきたこと、それがですね、全部もう一気に出てしまうんでしょうね。疲労だったりですね、心の、崩れてしまうとか、摩耗してしまうとか、そういうところ、なのであなた自身はこれからはですね、休んでいって大丈夫です。そして、体勢を整えて次に進むための準備期間と思ってですね、はい、無理をしないことが大事ですね。新たな自分としてまた生まれ変わるというか、動いていく、そのための期間と考えていただくといいのかなと思います。はい、そこからもちろんですね、あなた自身はまた良い方向に進んでいけると思いますので、はい。では助言ですね。ワンドのキングの逆位置です。急がば回れで焦らず準備を整えてくださいという風に出ておりますね。はい。そうですね。自分のその習慣とか性格とかってなかなか変えるのって難しいとは思うんですけれども、そのですね、もう焦らないでっていう風に言ってますからね。ゆっくりで構わないので、まずは準備を整えて、あなた自身のその精神的なものとか、身体的なもの、ちゃんとですね、回復してから進みましょうっていうことだと思います。はい。無理しないで、急がば回れということで、はい。ですね。そうした方があなた自身にとってもいい結果が巡ってきますよってことだと思います。はい。はい。では、オラクルカードですね。幸福です。時間、人生、経験を重ねるうちに、私たちは幸福とは何なのか、何を感じなければならないのかという思考にとらわれてしまいます。そうですね。これは、ちょっと哲学的な感じですね。幸福、何なんだろうなって思いますよね。気づけば自分が幸福になるためにいろいろやってみるけれども、その幸福になりたいっていうところにとらわれてしまって、何にもならない自分が苦しんでるだけっていう風になってしまうっていうことあると思うんですよね。そう、それはやっぱり人生経験だったり、時間が増えるごとに増えていくと思うんですよね。その思考自体は悪いことではないとは思うんですけれども、一時ですね、やはりこうやって休みましょうって言ってるっていうことは、その休んだ先にあなた自身がその囚われずに済む幸福の獲得方法っていうのがあるのかなと思いますね。囚われてしまってそこに動いていくと、自分がやっぱり苦しいままのその本当に幸福なのかっていうずっと疑問に残るような感じになってしまう。そういう部分があるかもしれないので、あなた自身がいろんなものを手放したり回復したり休んだりしている時に、手に入れたもの、その後に手に入れるもの、そういったところがあなたの幸せにつながっていくのかなと、感じますね。そしてもう一つのオラクルカードが、人生はいつもあなたをうつむかせますが、私を信じてください。あなたは壊す強さを持っていますという風になっておりますね。そうですね。あなたのそのいろんなこと、頑張ってきたこと、辛いこと、そういったことをですね、あなた自身をうつむかせてしまう。今だってやっぱりしんどいですよね。だけれども、いずれですね、回復した時に、あなたはそのですね、嫌なことだったり辛いことをですね、ぶち壊せる力がちゃんと備わっていますよっていうことなので、まずはですね、休んでいきましょう。そして、あなたの強さをこれから発揮していきましょうっていうことですね。そうですね。大きく動くことって言ったらですね、やはり
人間関係がすごく良い方向に行くっていうことがまずあると思うんですけれども、やっぱり気になるところといえば、あなた自身がしっかり休みが必要っていうところですね。そうですね。それを考えると、それは動いてないんじゃないかって思うかもしれないんですけれども、あなた自身が今後ですね、しっかりと動けるようになるための休み期間。それが必要っていうことなので、そこはですね、必要なことですね。あなたの回復期間なので、そこをですね、やはり、置き去りにして進むっていうことは難しいのかもしれないですね。はい。そうですね。まず、あなた自身の頑張ってきたこと、それを認めてあげてください。そして、しっかり休もうっていう風にですね、気持ちを持ってもらえればなと思いますね。はい。もちろん、実際にお仕事を休んだり、お家のことを休んだり、いろんな活動をですね、休んだり、そういう可能性もありますし、心の中で何か、休むっていうこともあるかもしれない。精神的なものですね。もうそれぞれやり方はあると思うんですけれども、そうですね。どちらにしてもですね、あなた自身のために、しっかりと回復させていきましょうっていうことですね。はい。よろしければこちらの方参考にされてください。以上が B の結果でした。それでは C の方の結果です。C の方の間もなく動き出すことは、あなた自身がじっくりとご自分の内面を見つめる期間っていうものができてきます。はい。では1枚ずつお話しさせていただきます。まず過去ですね。ペンタクルの2の逆位置ですね。はい。多くのしなければいけないことに圧倒されそうになっていたっていうことですね。やらなければいけない。本来だったらやらなくてもいいかもしれないんですけれども、あなた自身がいろんなものを背負い込んでいたっていう状況だったんでしょうかね。ですね。しなければいけないっていう風になるぐらいなので、よっぽど大事なことなのかもしれないんですけれども、それでですね、ご自分が苦しかったのかなっていうとこが感じられますね。どうやら不安定な状況っていうところもあったみたいなので、そうですね。そうなってくると、やはり過去の部分では、あなた自身がいろいろとご苦労されてた部分があるのかなっていうのは、印象としてありますね。はい。はい。では、現在が、死神の逆位置ですね。はい。現在がですね、停滞していて、一進一退の運気っていうことなので、そうですね。まさに進んだと思ったらまた戻るっていう感じなので、そうなってくるとやっぱりちょっと自分の中でもムズムズしてしまいますよね。なんていうか、気持ちが悪い感じ。進んだと思ったのに、進めてないっていう感じなんですよね。せっかく頑張ってることが自分の中ではやっぱり実っていないっていう風に感じやすいっていうところがあるので、そうなってくるとやっぱりどうにかこの状況を打開したいっていう気持ちになってきますよね。どうしても死神っていうことなので、ここからですね、停滞はするかもしれないんですけれども、一度死んだもの、亡くなったものっていうのは、復活するっていうことが、できるっていう風な定義みたいなものがありますので、はい、死神のカードに関してはそうですね。はい。ですので、ここからですね、回復していくっていうところなのかなっていうのは思います。はい。ただ、現在はあなた自身はやはりまだまだ、先が見えてない状況なんでしょうね。そこが強く出てる感じですね。はい。はい。では、未来ですね。こちらはカップの4の正位置ですね。はい。ここがですね、見直しの期間になりますね。はい。あなたを取り囲む良いものが見えなくなってしまうので、そのあたりをですね、しっかりと見るために、ご自分の内面をですね、
見つめる必要があるっていう期間ですね。そうですね。現在がやはりいろいろと進めてない状況っていうところがあるので、そこからですね、進んでいって、自分の中で何か足りないものだったり、必要なものだったりですね。はい。そういうものをきちんと考え直す期間っていうのが、どうしても出てくるのかなっていうところですね。そこからまた新たに進んでいくっていうところなので、この未来の期間っていうのはやはりあなたにとって必要なんだと思いますね。そうなってくるとやはりご自分で考えてみられると、ちょっとここでも停滞かっていうふうに思われるかもしれないんですけれども、見つめ直す期間っていうのは、停滞ではなくって、進むための準備期間っていうことなので、私としてはやっぱり一歩前進のためになるのかなって思いますね。はい。そのためにあなた自身がいろいろと考えるとき、そういうのが必要っていうことですね。環境を変えてみるだとかですね。あなたの心境が変わるとか、いろんなことがあると思うんですよね。人間関係が変わっていくとかですね。何にせよ、あなた自身の見つめ直す必要がある時期っていうことで覚えていただければなと思います。はい。それでは周囲ですね。こちらは、ソードの2の逆位置ですね。誰を信じていいかわからない状況っていうことなので、周囲の方にですね、心を開けない感じなんですかね。あまりいい印象を持てるような人たちが周りにいらっしゃらない感じですか？そうですよね。そうなってくると、あなた自身が進めない原因っていうのはここにもあるのかもしれないですね。その周りの人、信頼できないタイプの人たちが多いから、あなた自身も周りに頼れないですよね、そうなってくると。そうすると、やはり助けがないっていうことなので、そこでやっぱり一人で頑張るってなると、いろいろと、試練だったりですね、多くなってしまうっていうこともあるので、ここをですね、打開していく必要もあるのかもしれないですね。そこがやっぱり未来の見直しの期間でしっかりと出てくるのかなっていうところがありますね。もしも、この信頼できない人たちが実際本当に信じられないのか、信じられるのかっていうのがですね、明るみに出てくる時期っていうのが必ずあると思いますね。はい。はい。では、障害ですね。こちらは月の星位ですね。そうですね。あなた自身が相手の行動や心理を深読みしすぎている部分があなたの行動の邪魔になっている可能性がありますね。はい。多分あなたがすごく気遣い屋さんなんでしょうね。人のことをどうしても気にしすぎてしまう。そういうことで、相手の何気なく取った言動とかで、この人はどういう考えでこういうことをしたんだろうとか、自分はこれでどうしたらいいだろうっていうふうに考えすぎてしまうんですかね。そうなってくるとやっぱり疲れてしまいますよね。ご自分のその行動が人のその行動次第になってしまうというところが出てきてるのかもしれないので、そうですね。ただいきなりそこをですね、変えるっていうのも難しいかもしれないんですけれども、そうですね。だからこそやっぱり、誰を信じていいかわからないっていうのも、相手の顔色を伺いすぎて、その人たちがどういう考えでいるのかっていうのがだんだん見えなくなっているのかもしれないですね。月っていうのがやっぱりおぼろげに物を隠すような感じ。闇夜に感情だとかいろんなものを覆い隠してしまうようなところがあるので、そういうところでですね、あなた自身が迷っている、悩んでいるっていうところがあるかもしれないですね。そうですね。そこをですね、解決していくことは必要なのかもしれないですね、今後。自分自身がその人たちとこれからもですね、付き合っていきたいのであれば、もちろんそういうふうに動いていくことも必要ですけれども、
あなた自身がやっぱり疲れてしまって、その人たちの顔色を伺うだけで、生きているっていう状況になってしまうのも良くないので、離れる必要があるのであれば、離れた方がいいと思います。そこはですね、やっぱりだんだんと明るみになっていくかなとは思うので、見直しの期間の時にですね、しっかりそのお相手の方たちの本質っていうのをですね、見ていただく必要があるかなと思いますね。はい。では最終結果ですね。こちらがカップのキングの聖地ですね。はい。新たな道に進むことができます。心に余裕を持って、懸命に物事に対処できるようになりますので、はい、よかったです。最終的にはですね、あなた自身がちゃんと見直したことでですね、新たな道に進むことができる。しかもですね、あなたが心に余裕ができてくるっていうことなので、そういう点でもですね、今まで疲れていた部分が少しでも癒されていくのかな、回復していくのかなっていう感じですね。はい。そしてですね、共感し合える人間関係も構築されそうなので、はい、その人間関係に関してもですね、もし現在悩まれているとしても、今後はですね、最終的にはあなたのより良い方向に進んでいくっていうことですので、はい、そうですね、あなたを利用したりとかですね、あなたが顔色を伺いすぎて疲れてしまって、そしてそのことを全然気にしないようなタイプの人たちとは離れられるのかなと思いますね。はい。ちゃんとあなたの感情だとか気持ちだとかをですね、汲み取ってくれる。お互いにですね、気を使い合える。ですね。そして優しくできるっていう状況になる人間関係が築くことができますよっていうことなので、はい、安心いたしました。はい。では助言ですね。こちらが正義の聖地ですね。はい。一度問題を整理する必要があります。結論を出す前に慎重かつ懸命に検討する必要がありますという風になっておりますね。はい。そうですね。ここはもう未来にかかってるものかなと思いますね。同じような感じのことを言っておりますね。やはりあなた自身の問題を一回整理する見直し期間っていうのが必要で、その中であなた自身が何が自分の中で必要なのか、切り捨てるものは何なのかっていうのをジャッジしてもらう。選び取るっていうことが大事っていうことですね。正義なので、ちゃんとですね、公平に考えることもできるはずなんですよね。はい。なので、その公平さを持ちながら、あなたがきちんとですね、判断をすることができる。そして、いらないもの、人間関係、環境、いろんなものですね。そういったところをですね、さよならってできる。お別れすることができるっていうことだと思いますね。はい。そうですね。そこはだから未来の方でしっかりそれを意識していただくといいかなと思います。はい。では、オラクルカードの助言ですね。学びです。知性とオープンマインドを大切にという風になっておりますね。はい。そうですね。あなた自身がやはり人のことを気にしすぎてしまうぐらいなので、とてもですね、気持ち的にもですね、しっかりといろいろと考えられる人だと思うんですよね。それをその自分のためにですね、知性とかですね、心、大事にするっていうことが大切ですね。オープンマインドっていうのは、要するに、心を開くっていうことですよね。そのままですけれども。はい。そこがですね、共感し合える仲間と巡り合えるきっかけになるのかなと思うので、自分から心を開くっていうことも大事にしてほしいなと思いますね。はい。そしてもう一枚のオラクルカードが、はい。それがどんなに長くなっても、あなたはあなた自身を癒す時間が必要ですという風になっておりますね。そうですね。これは多分見直しの期間のことかなと思いますね。その間にあなた自身を癒す時間っていうのがやっぱり出てくるっていうことでしょうね。そうですね。その間にどんなに長くなってもちゃんと癒す時間が必要です。あなたの回復する、そのために見直し期間があるんですよっていうことだと思いますね。はい。そこで焦らなくても大丈夫です。
あなたのペースで進んでいけば、きっとですね、より良い方向に向かっていけますよっていうことで、はい。そのように考えていただければいいかなと思います。そうですね。今回に関しましては、動くっていうのがですね、あなた自身のいろいろと整理していくこと、考えていくこと、ですね。それだけあなた自身がいろんなことに悩まされてきたっていうのがあると思うんですよね。そこで取捨選択をしていただく。はい。それが必要ということですので、よろしければですね、こちらの方を参考にされて、今後のですね、動いていくきっかけになっていけばいいなと思います。はい。では、C の結果でした。ここまでご覧くださりありがとうございました。よろしければ、高評価、チャンネル登録お願いいたします。これからも様々なテーマで占ってまいりますので、またいらしてくださいね。それでは、おつけいくでした。